ね、昔の庄屋の家なんですよね。往生屋って言って、大きな庄屋なんでしょうけどね。それで大体江戸の末期にできた庭です。ここの一つの歌い文句としてね、幕府の庭師が来てこの辺の庭を一部手直ししたということになってて、ただここ非常に雪の多いところ、今でも今年一昨年2メーター以上雪が降ったようなところなんでね、なんでそこに幕府の庭師がここまで来るかっていうのは非常に疑問ですわね。でここに近くに塩沢という町があって、北越雪譜を書いた鈴木簿記さんという文化人がいたんですけどね、その方は江戸で文化人というかいろんな本を書いてらっしゃった方で、その人は滝沢馬琴とか辺の交流になった方なんですが、その人が新潟の田舎のことを書いた北越雪譜というこの辺では有名な本があるんですけど、そこを書いた鈴木簿記さんのところにここの当主の弟がお婿さんに行って、その関係で鈴木簿記さんが自分の庭を作るために幕府の庭師を連れてきた縁戚の関係でここまで引っ張ってきて数ヶ月投留してもらって、この庭の一部を手直ししたということになってるんで、非常に洗練された庭ということになってますけどね。ただそれは江戸の末期からずっとあれで、この気候風土が作り出した庭になってますんで、その当時のベースがあってこれができてきたということだと思いますけどね。ここはやっぱりご覧になって苔が切れるところは、それだけ湿度が高いカンカン照りなところじゃないんでね、それがしっとりした感じにはなってるんですけれど、でここは幸いにもですね、雪が降るんだけど冬場でもマイナスになることはない。だから苔がマイナスの温度にさらされることがないんで、割とその苔が持ってるという形ですね。いやもう気候自体がねマイナスにならないし、だから今年はちょっと凍ったけど苔が完全に凍るようなことじゃない。だからそれでなんとか持ってるんじゃないかと、素人なりに考えてやってますけどね。雪の下が大雪降るんだけど、雪の下は掘ってみると緑の苔が出てきますんでね、なんとかその中でもきちんと生きておりますですね。石が主役っていうかどちらかというと苔を主役にしてるんですけれど、よくあるように地線回遊式なんでぐるっと回るようになってます。でその踏み石に使っておりまして、踏み石の一部にこの石臼の一部を使ってね踏み石してるんで、それが非常に特徴的ではある。で佐渡の金山で使ってた鉱山臼っていうのも一部配備されてるんでね、そういうところにここの庭の特徴がある。でここの一番の特徴はあそこにある赤い石なんですけどね、佐渡の赤玉という石なんですけど、ね、これが水に濡れると非常に色が鮮やかになる赤い色になるんですけどね。庭の権威の方は川になってるっていうんですね。あそこの滝を追ってこれずっと川の流れでそういう流れる。水の流れをそう表している。池というか川の一部みたいな形で言われる方もいらっしゃる。好きな風景というかここで座ってる楽で落ち着くところではありますよね、この辺でね。この辺で座って一番なんとなく心落ち着く雰囲気ではありますですね。前に築山があってそのなだらかな感じ、奥になんとなく借景で遠くの杉林なんか見えるんでね、これが非常に落ち着く雰囲気ではありますよね。で遠くに滝の音がするしね、季節によってカエルが鳴くこともあります。なんでこんなところ作ったのかっていうのは未だに不思議ですわ。で多分ね、私は思うには道楽者だからこういうのがね、変な庭を作るっていうのは例えば京都にいたらまだ分かりますよな。でこんなど田舎で
山の中で江戸時代だったらね百姓が小作人がいるだけのところ、そんなところでこんなの作って何なのってあるじゃないですか。それはやっぱり自分がこういうところを作ってね、遠くに行くのも大変だから自分の庭を作って、季節を楽しんだと思うんですよね。そういう形で作ったんだから人に見せるっていうか どちらかというと自分のために作って、仲間がいたらちょっとお見せするような形で作ったと思うんですよね。だから1年間に見学する人が数人いたかどうかって話だと思うんですよね。あとは自分が楽しんだ世界。すごい贅沢な。贅沢ですな。昔の人は贅沢だったと。だからね、今だったらね、今公開してますけどね、庭の好きな方いろんなところ回ってらっしゃるからあれだけど、昔の大名さんでもそうですよね。言ってみれば自分のために作ってるわけでしょ。で数年に1回来る、近くのお殿様を呼んだりなんかするんだろうけど、日々毎日自分で見てるわけですよね。そのためにあんな広大なところを作って池には船を浮かべてみたいなことやってるんでね。だから趣味の世界でしょうな。